今日はポトフを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はポトフを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、だしとバターが香るとても美味しいポトフを作っていきます。さらにですね、ポトフの中にショートパスタも入れていきたいと思います。食べ応え抜群でとても美味しいポトフです。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、玉ねぎ、人参、じゃがいも、ブロッコリー、ベーコン、ソーセージ、ショートパスタ。今回はこちらの材料で作っていきます。結構ね、今回具沢山でたくさん入れていきたいと思います。この具材に関しましてはお好みのものを入れてみてください。今回のポイントはこちら、パスタです。こちらのショートサイズのパスタを入れていきたいと思います。あとはね、厚切りベーコンとかソーセージとかね、ベーシックなものを入れていきます。それでは続いて調味料と残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。お酒、鶏ガラスープの素、顆粒コンソメ、だしの素、塩、黒胡椒、オリーブオイル、ローリエ、お水、ニンニク。こちらの材料で作っていきます。まず今回のポイントは鶏ガラスープの素、コンソメ、あとは顆粒のだしですね。こちらの3つをね、一緒に入れていきたいと思います。この3つのだしを加えることでとても美味しい仕上がりになります。ぜひね、3つ入れてみてください。そしてお酒なんですが、今回は料理酒ではなくて清酒を使っていきます。こんな感じでスーパーに売ってます。こちらは日本酒なので、1カップとかそういった日本酒を使っていただいても OK です。これね、料理酒と何が違うかっていうと、料理酒はね、食塩が入ってるんですが、こちらのね、清酒に関しましては食塩が入ってません。どうしてもね、清酒がないよっていう場合は、料理酒を使っていただいて、味の濃さはね、お好みで調整してみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まず最初にね、お野菜を切っていきたいと思います。最初にキャベツを切ります。まず芯を切り落としてください。切り落としたらキャベツはざく切りにしていきます。このように切ったらくるっと回転させて、これでまた3等分に切っていきます。はい、キャベツはこのようにざく切りします。そしてですね、キャベツのこちら硬い芯の部分ですね、こちらはね、別で切りたいと思います。芯だけ取り除いて、まずね、ここを切り離します。この芯はですね、薄切りしていきます。はい、キャベツの芯はこのように切ってください。続いて人参です。人参はね、まず皮を剥きます。はい、で皮を剥いたらまずね、ヘタを切り落としてください。あとはこちらを乱切りしていきます。まずですね、包丁を斜めに入れます。そして一口サイズに切り落とします。切ったらこの切り口を上にくるっと回転させてください。そしてまた斜めに同じように切っていきます。こんな感じで乱切りにしていきましょう。はい、人参はこのように切ってください。では続いてじゃがいもです。じゃがいもの皮をまず剥いてください。じゃがいもの品種に関してなんですが、今回私はメークインを使っています。こちらはですね、お好みのじゃがいもを使って作ってみてください。はい、このように剥いてください。この時にじゃがいもの芽があった場合は、そちらも一緒に取り除きましょう。それではもう一つも同じように皮を剥いていきます。はい、剥き終わりました。このように綺麗に皮を剥いてください。そしたらね、こちらのじゃがいもはまずね、半分に切ります。そしてまた半分に切ります。だいたい4等分ぐらいに切っていきます。こんな感じです。こちらのね、じゃがいもの大きさに関しましてはお好みで OK です。大きさに合わせて好きな切り方で切ってみてください。はい、そしてじゃがいもは切ったらボウルに入れます。そしてこのままですね、だいたい10分ぐらい水に浸してアクを抜いてください。それでは続いて玉ねぎです。玉ねぎはまずね、半分に切ります。半分に切ったらまたね、半分に切ってください。そしたらくるっとね、回転させて、これをまた半分に切ります。大きさもね、今回は全部で8等分にするんですが、10等分でも12等分でも大丈夫です。今回結構ね、ゴロッとした感じに仕上げていきたいと思います。ではね、残りも同じように切っていきます。
はい、玉ねぎの準備はこれで OK です。それでは続いてブロッコリーです。ブロッコリーはお好みの大きさに切ってください。このようにね、大きいものに関しましてはこの切り口のところに切れ込みを入れて、そして手で裂くと綺麗に割ることができます。はい、ブロッコリーはこのように切ってください。このブロッコリーはね、まだ洗っていないので、一度ボウルに入れて、水を入れて、そしてね、さっとね、洗って、このままね、だいたい5分ほど水に浸しておいてください。それでは続いてニンニクです。ニンニクはね、潰して使います。包丁のこの部分を使って潰しましょう。この時ね、手を怪我しないように注意してください。では、押し潰します。こんな感じです。このように中心あたりにね、ニンニクの芽があるので、こちらは取り除いてください。この部分ですね。ここの部分は焦げやすかったり、あとはえぐみの元になるので、必ず取り除いてください。ニンニクはこれで OK です。それでは続いてベーコンです。ベーコンはですね、だいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、こんな感じです。ベーコンはこのぐらいの大きさで使っていきます。これをさらに縦半分に切っていただいても OK です。そしてソーセージはね、今回このまま使っていきたいと思います。それでは具材を炒めていきたいと思います。まずお鍋にオリーブオイルです。そしてですね、最初にニンニクを炒めます。ニンニクを入れたら火にかけてください。火加減中火です。これでね、オリーブオイルにニンニクを絡めながら炒めます。そうするとね、だんだんニンニクの香りが出てきます。はい。で、このようにじゅわじゅわと音がしてきて、ニンニクの香りが立ってきたら、ここにベーコンを入れてください。そして全体に広げて焼いていきます。ベーコン焼くときはあんまり動かさずに焼いてください。そうすると香ばしい焼き色がついてきます。ちょっとね、ベーコン炒めるとパチパチ跳ねてくるので、油跳ねには注意してください。で、軽くね、焼き色がついたら裏返します。はい、こんな感じでね、焼き色をつけてください。本当にベーコンは油跳ねが強いので、やけどしないようにだけ注意していただけたらと思います。そしたらここにお野菜入れていきます。まず人参、そして水を切ったじゃがいも、あとは玉ねぎ、そしてキャベツも加えます。ブロッコリーに関しては後から加えていくので、まだね、このまま置いておいてください。全部入れたらもう一度火にかけます。火加減弱めの中火です。一度ね、ベーコンの油をですね、お野菜全体に回してください。具材が多くて混ぜにくいので、大きめのね、鍋を使っていただくといいかなと思います。はい。で、このように全体に油が回ったら、ここに塩を入れてください。塩2つまみです。そして混ぜます。はい。で、塩が回ったら、今度はここにね、お酒を入れます。そして一旦ね、混ぜます。だんだんね、お野菜のかさもね、減ってくるので、混ぜやすくなってくると思います。一旦落ち着いたらここで蓋をします。火加減は弱火です。このまま一度5分蒸し焼きしていきます。このように塩とお酒だけで焼いていただくと、野菜からね、水分が出て、その分旨味もたっぷり出てきます。それではこのまま5分弱火で蒸し焼きしていきます。はい、5分経ちました。そしたら一度蓋を開けてください。こんな感じでね、お野菜からもいい感じに水分が出てきてます。5分経ったらね、一度ね、底から全体を混ぜましょう。かなりね、旨味成分が出てますね。このようにね、ちょっとお野菜に焼き色がつくと、またそれも香ばしくて美味しい仕上がりになります。なので、あえてね、少し焼き色をつけてみてください。鍋底がね、少しね、こうやって茶色くなってると思うんですが、これがね、野菜の旨味になります。こんな感じでね、ちょっと茶色くなってるの分かりますかね。これをね、また一度さーっと混ぜて、またね、全体に広げて、そしてもう一度ですね、蓋をします。今度はですね、弱火で1分ね、蒸し焼きしていきます。はい、1分経ちました。そしたら蓋を開けます。蓋を開けたらもう一度底からですね、よく混ぜましょう。はい、いい感じにね、ところどころお野菜に焼き色がついてます。はい、全体をよく混ぜて、ここまで旨味をしっかり出してからお水を加えていきます。ここに水を入れましょう。
お水を加えたら一度ね混ぜます。鍋底の部分にね旨味成分がこびりついてると思うので、それをねちょっとヘラで剥がしてあげてください。混ぜたらここにですね、今度は鶏ガラスープの素、そして顆粒のコンソメ、あとはだしの素を入れます。このだしの素はかつおだしになります。あとはねローリエを2つ折りにして入れていきます。そして混ぜます。混ぜたらですね、続いてソーセージを加えていきます。ソーセージはね最初から入れてしまうと旨味が出過ぎてしまって、ソーセージ自体がスカスカの味になってしまいます。なのでこのタイミングで入れるようにしてください。そしてあとは今回入れるパスタですね、こちらもこのタイミングで入れます。そして全体をよく混ぜてください。このままですね、ショートパスタの袋に記載されている茹で時間よりも1分短く煮ていきます。蓋はせずにね煮込んでいきます。ではこのまま待ちたいと思います。ちょっとね水分が足りなくなってきたなと思ったら、少しねお水を追加しながら煮込んでいただいても大丈夫です。はい、10分経ちました。すごくね美味しそうに仕上がってます。それでは最後仕上げていきます。こちらブロッコリーです。ブロッコリーはねずっと茹でると色が悪くなってしまうので、一番最後にさっと茹でていきます。ではこの中に入れていきます。そして混ぜてください。だいたいね1分から2分ぐらいでいいかな、そのぐらい茹でてください。はい、でブロッコリーに火が通ったら火を止めます。最後ね黒胡椒です。お好みでかけてください。ここで一度味見をしていただいて、味の濃さは調整して仕上げてください。こんな感じで具沢山で美味しそうに仕上がりました。はい、これでポトフの完成です。こんな感じに仕上がりました。お野菜もねゴロゴロっとして美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。それではまずスープからいただきます。美味しい。野菜の旨味が濃縮されてます。美味しい。そして3種類の出汁が効いてすごく美味しいです。それでは具材もいただきます。美味しい。野菜もすごく甘いですね。これはもういくらでも食べれますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のポトフのポイントです。まずですね、今回のポトフは顆粒の出汁を3種類入れました。こちらの3種類を入れていただくことで旨味の相乗効果が生まれて、とても簡単に美味しいポトフを作ることができます。ぜひ3種類入れて作ってみてください。そして入れる具材なんですけれども、今回は結構たっぷり入れました。こちらの具材の数やあとは種類はお好みで入れてみてください。そして具材なんですけれども、まずはじめにベーコンを焼いてベーコンの旨味を出してください。ただベーコンを焼くときは油跳ねしやすくなるので、やけどだけには十分に注意して焼くようにしてください。そしてその後お野菜を入れて炒めたら、お野菜は蒸し焼きしてください。そうすることで野菜から旨味が出てとても美味しいスープに仕上がります。蒸し焼きするとそこのところにね旨味が溜まってきます。なので水分を入れたらその旨味を剥がし取るように混ぜてみてください。野菜に関しましては少しね焼き色をつけていただくことで香ばしい仕上がりになるので、これも味のアクセントになります。焦がさない程度に焼き色をつけてみてください。そしてソーセージなんですが、最初から入れているとソーセージの旨味が出過ぎてしまって、ソーセージ自体の味がスカスカになってしまいます。なのでソーセージは後から加えるようにしてください。そしてですね、最後はブロッコリーです。ブロッコリーはですね、最初から一緒に入れていると色が悪くなってしまいますので、一番最後に入れてさっと加熱してみてください。そうすると彩りの綺麗なポトフに仕上がります。作り方の工程はいろいろあるんですけれども、ちょっとしたポイントでポトフが美味しくなるので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はポトフを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。